それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋愛、これからどうなっていく？そしてお相手が感じるあなたの印象について見ていきます。よろしくお願いします。では今回はタロットカードを使って、まずお相手がどう感じているのかっていうあなたの印象を1枚出していきます。そしてその後にこの恋どうなるっていうのをエンジェルアンサーカード、そしてタロットを使って展開していきます。まずは最初に全て展開していきます。はい、まずはこちら1枚出した状態で途中なんですがめくっていこうと思います。どんな印象を抱いているのか、ワンドの9番です。そしてラブオラクルからも見ていきます。ご家族、家族っていうカードですね。家族のような温かい存在だったりとか、またはあなたがご家族思いの優しい人とか、そういう印象も伝わってきますよね。温かい雰囲気、ぬくもりを感じるっていうのも入ってきます。でプラスワンドの9番のカードも入ってきています。そうですね、こちらのカードを見ていると、あなたがその人見知りな部分っていうのもあるかもしれません。あとは身内に対してすごく優しいチーム、仲間、知り合い、お友達とかご家族、パートナーに対してすっごい愛情をかけている。その一方で、初めて会う人には、初対面の方には人見知りな面も見せるのかなっていう印象もありますね。本音を言い合えるまで時間がかかるようなタイプかもしれないっていう風に映ってるかもしれないですね。あの人から見たあなたの印象は、落ち着きのある人とか、一緒にいると安心する存在ですね。キーワードは家族、癒し、そして理解してもらえるっていう意味の理解です。お相手はあなたのことを感情のバランスが取れた人と感じています。どんな時も取り乱さず、誰かの気持ちを思いやれるあなたに自然と信頼が芽生えています。例えば疲れている時、モヤモヤしている時、あなたと話すことでなんか落ち着いたな、自分でも気がつかなかった気持ちに気づけたと思われている可能性があります。気づきを与えてくれる人とか、相手の心を開くのが上手い人。その一方でやっぱりこちらですよね。人見知りな面ももちろんお相手も感じている。そしてお相手自身もなかなか打ち解けるのに時間がかかるタイプかもしれません。だからこそお互い心を打ち解け合った時に言えること、なんか安心できる気持ちっていうのもより一層高まっているのかもしれません。またあなたの価値観や態度には育ちや家族のぬくもりがにじみ出ていて、親しみを感じているようです。お相手はあなたの中に大人らしさと親しみやすさの両方を見つけていて、他の人にはない安心感を受け取っています。一緒にいると自分の弱さも見せられる、そんな風に思っているのかもしれません。お互い打ち解け合うと、そこから展開は早くなっていくんじゃないかなっていう風にも感じますし、では引き続きこちらから展開していきます。はい、それでは見ていきましょう。カードは全部見えているでしょうか。はい、カードは、こちら側があなた、こちら側がお相手として見ています。コイン、ペンタクルのクイーン、そしてお相手がカップの9です。お二人の関係性上はペンタクルの7番、そしてあなたの深層心理、心の中っていうのがワンドのキング、そしてお相手がペンタクルのエースです。そして今現在の課題点っていうところでワンドのクイーンです。あとはお相手がじゃあこれから先動いてくるのかどうか、どんなアプローチを向けてくれるのかどうかっていうところでワンドの10で、アドバイスカードがチャリオットです。今回はお付き合いしていなかった
場合としてお話を進めていきます。もしお二人が、今現在お付き合いをされている方っていうのはもうお付き合いしているっていうことを踏まえながらちょっと話を転換して、お受け取りいただけたらなと思います。なんか交際に近いんじゃないかなっていうふうに思ったので前置きをさせていただきました。ただ一応片思いとして見ていきます。お相手の中で今すごく気持ちが満たされているとか、あなたとの関係性においてとても前向きなエネルギーっていうのを感じています。あなたからの深い愛情を受け取っている。それがすごく心地いい。なぜだったらこの人は心の不安を感じていて、安心感が一番っていうふうに思ってるんです。いろんな形の安心感ですね。言葉をかけてもらうとか、気にかけてもらうとか、甘えたいとか、自分に時間を取ってもらえるとか、話を聞いてくれる。すごくあなたが自分に対して愛情を向けてくれるから、優しさを向けてくれるから、だから安心して自分もあなたに向き合っていける。すごく今前向きな感じでやり取りしているよっていうのが入ってきますね。カップの9がそもそも願望成就のカードなので、お相手今のあなたとの関係性においてとても満たされていて前向きな気持ち。2人の関係性もペンタクル7番なので、より良いものへ2人でね構築していくんだと、そういう関係性です。だからもっと仲良くなりたいなってことをお互い感じていたりとか、交際していたら次のステップへっていう風にお互い感じてるでしょうし、あなたとの関係性において今すっごくいい感じっていうのがお相手の中の本心としても入っています。大切にしたい存在だっていう風に、あなたの方でもワンドのキングなので、情熱、今燃えている気持ちがありますね。高めてるんです、自分の気持ちを。そして早く結ばれたいなとか、両思いになれたら嬉しいなっていう気持ちも心の奥底でメラメラと燃えてる気持ちが出てるんですよ。はい。でも表ではかなり落ち着いてお相手に対して話を聞いてあげたりとか、声をかけたりとか、大人の対応をしてるなっていう風にイメージが伝わってきます。で、今のペースでもいいんじゃないかなっていう風にあなたも感じてるし、特段焦らなくてもいいのかなっていう風な。で、一つもしあなたの中でどこか不安なところ、自分に足りないところありますかっていう風に尋ねたら、あなたとしてはもっとね、その自分の心の中の声っていうんですか、燃える気持ちっていうのをお相手に見せてもいいのかなとか、あとは一つ言えるのは大人の色気とか余裕っていうのをお相手に対してぶつけてもいいのかなって。今は落ち着いて話を聞いたりとか、お相手との関係性をじっくりと育んでいこうっていう、そういう育てるっていうカードが入ってるので、それを意識されてると思うんですけど、その育てるとか距離感とか、こうちょっとずつちょっとずつではなくて、心のこの炎のようにボッて燃えるような、そんなアプローチもしてもいいんじゃないかなっていう気持ちも実はあるんじゃないかなと思うんですね。だからもし言うのであれば、自分の魅力をストレートに伝えていきたいとか、もうまっすぐとアプローチしたい、ストレートに告白したいとか、もっと大胆な行動をとってもいいのかなっていう、そういうところがもしかしたら自分の中でちょっと抑え気味になっているのではないかっていうふうに感じています。ただし今のお相手との関係ってかなり良好なものなので、自分の気持ちを存分に出したいけど、今の感じでもまあまあいいのかなっていう、そういうところなんじゃないかなと思います。そしてこの後お相手動いてくるんですかっていうことに対しては、アプローチ少し疑問点が残る。で、エンジェルアンサーカードで1枚もらっていきましょう。お相手これからあなたにアプローチしますか？はい、こちらのカードです。はい、数ヶ月以内にアプローチはする。今すぐじゃない。で、今ワンドの点が入ってるので、少し働きすぎとか動きすぎとか、そういうことが入ってくるんですね。ちょっとお疲れかもしれないっていうことで、そうですね、お相手大切にしたい気持ちはちゃんとありますよ。だけど、じゃあデートに誘ってくれるのかとか、何かしら動きを見せてくれるのかっていうところに対しては、具体的なアプローチをするまでに数ヶ月はかかりますっていうふうに出ていますね。それはここに原因があるんじゃないかなと思います。ちょっと抱えてるものがあるかなっていう感じがしますね。抱えてるもの、そうなんでしょうか。ピンとくる方いらっしゃるでしょうか。
例えばお相手今忙しそうにしてるんだよねとか、それが落ち着くまでちょっとかかるかな、数ヶ月。はい、そうですね。カマのカード。一旦周りのこと整理したいっていうのがお相手の状態です。それは体調かもしれないし、自分の身の回りのこと、生活環境とか対人関係かもしれません。それが落ち着いてから、きっぱりと、そうですね、整理整頓してからっていうのが入ってくるので、この重い荷物の負担が少し軽くなってから動いてくるよっていうのが入ってきます。なので今はこの今の関係性、お相手楽しんでいる、十分満たされているし大切にしているっていうその気持ちを受け取っていくっていう今の方向性で、まずは、数ヶ月様子見ておくのがいいのかなと思います。本当だったらね、自分からこうアプローチしたりとかアタックしたいとかね、暑い夏を過ごしたいとかそういう気持ちがあると思うんですが、一旦そのお相手の状況を見てみましょう。そうですね。それがすっきりと整理されたら数ヶ月後動いてくるということなので、しばらく様子を見てみてください。アドバイスカードがチャリオットのカードで、チャリオットって基本動くんですよね。動きのあるカードで、まさに今動きたいっていうようなお気持ちが出てると思うんですが、チャリオットにもアドバイスもらっていきましょう。ただチャリオットって暴走するっていうことではないので、バランスが取れた上で動いていくっていうことでもある。なので逆を言ってしまえば暴走に注意っていうこともちょっとだけあるかなと思います。感情で動かないとかっていうことを気をつけるってことを伝えたいのかなっていう気もします。1枚、いやしかしライダーのカードですね。これも動くっていうカードで、あなたの願いを思いを伝えていくために動いていきましょうっていうカードなんです。なのでアドバイスカードとしては動きのあるカードが入ってきているので、お相手の状態を見ながらあなたの方から動いていってもいいのかなっていう風に入ってきました。ここも情熱的なカードが揃っているので、もちろんお相手の今の状況や体調に配慮しつつ、あなたの方からアプローチをしていってもいいんじゃないか、もう少し積極的に見せていってもいいのかなっていう気がしました。これもね、動きのあるカードなので、はい、じゃあそうですね、動いてみてもいいのかなと思いました。今一瞬ね、エンジェルアンサー出そうかなと思ったんですが、でもここまでこう動きのあるカードが入ってきているので、やはりここは動いてもいいのかなっていう風に捉えていった方がいいと思います。はい、もう少し自分のあなたの思っている通りにね、心が動く通りに動いてみてもいい。あまりこう我慢しすぎないこと。でもね、お相手が今満たされているってことも感じていると思うので、あとはお相手の状況を見ながらですね。ではもう少し見ていきましょう。両思いへ向けてっていうことでオラクルでアドバイスをもらっています。なのでこの2枚見ていきましょう。まずトゥルーラブからは植物を育てるというカードと、そしてこのカードですね、成功の波というカードです。この2枚からメッセージをもらっていこうと思います。育てる恋は静かに育っていくですね。まずはこの育てるっていうのがとても得意なあなたです。育てるっていうのはその愛情を育てるのもそうだし、関係性とかも、あとは周りに対する慈しみの心ですよね、思っているっていうことも言えてるかなと思います。あなたの周りには今チャンスの波が少しずつ満ち始めています。これは恋愛にも同じことが言えます。小さな偶然や気になるひらめきがお相手との距離を縮めるきっかけとなる可能性があります。例えば SNS で相手が気にしていた話題にさりげなく反応する、最近どうしてると思い切って軽いメッセージを送る、相手が好きなものについて聞くことから始めてみる。あなたのそういった行動は控えめでもちゃんとお相手の印象に残っていきます。なんか嬉しかったな、ちゃんと見てくれてるな、そんな気づきが少しずつ相手の心を動かしていきます。そしてお相手を気にかけてあげることっていうのもいいかもしれません。ここですね、少し今過労っていうかオーバーワークが出ているので、さらに恋を育てるという視点で見れば、植物と過ごす時間はとてもいい方法です。植物は今日急に伸びたり花を咲かせることはありません。それでも毎日ほんの少しの光と水と気遣いで目に見えないペースで確実に変化しています。あなたが植物と過ごすことで心が整い、
恋への向き方にも自然な柔らかさが生まれていきます。そしてその穏やかさがお相手に、あなたっていう人は落ち着いていて安心できると思わせている魅力として映るでしょう。成功の波が訪れている、もう間もなくだよっていうことと、自分の願望に向かって動いてもいいんじゃないか、アプローチしてもいいんじゃないかっていうカードを後押ししてくれてますね。はい、ただしお相手の状況を見ながらっていう感じで、そして植物を育むっていうのが具体的な開運アクションになっていくんじゃないかなっていうふうにも思います。はい、まず具体的な開運アクションは1つ、軽いメッセージでお相手を気遣う。2つ目は会話の中で相手の興味に寄り添う。3つ目は自分のペースを保ちながら前向きな姿勢を見せていく。4つ目は自分の心の余裕を保つために植物に触れたり部屋に置いたり、または育んでみることですね。あなたの丁寧さと思いやりがお相手に確実に届いていく開運アクションです。はい、軽い一言で気遣っていくっていうのが今お相手には負担にならずにいいのかなっていうふうにも思います。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていこうと思います。より両思いへ向けてっていうことでメッセージもらっています。これは願いを動かす一歩というカードです。キーワードは祈り、願い、そして信じる心です。あなたの願いはちゃんと届いていきます。この、ライダーのカードもウィッシュカードって言われていて、こちらのカップの9っていうのもウィッシュカードなんです。お相手のところにもあなたのところにも入っていて、そして選択肢も願いが叶うっていうカードなので、願望成就ね、これも成功の波なので、間もなく願いが叶うっていうことは言われています。まだ今叶っていないように感じていたとしても、あなたが動いた分だけ恋の風向きは変わっていきます。ほんの小さな行動でも思いを伝えることは未来につながる第一歩です。メッセージを送る、笑顔を見せる、そのどれもが愛の芽吹きにつながっています。夢見ながら少しずつ現実の中でも恋を育んでみてください。その現実的な行動のアクションとして、この実際に植物を育ててみるっていうのが開運アクションなんです。育てるっていうことを実際に行っていると開運するっていうことですね。それが第一歩です。その何かを育てるっていうことがこの恋愛につながっていくっていうことなんですね。そのあなたの努力はきっと報われて、恋にも確かな変化が訪れていくでしょう。なのでまずは現実的に何かを育てるっていうところから始めてみて、それが具体的なアクション、そして自分の夢理想に向かって具体的に行動へとつながっていく第一歩になるので、まずは育てるってことをやってみてください。何でもいいです。植物がいいんですが、植物ちょっと難しいよっていう方は、そうですね、ペットさんだったりとか、この変化が自分が育てること、愛情をかけることによって変わっていくもの、ゲームのアプリでもいいですし、記録することでもいいと思います。それをやってその成長具合が見れるものを意識してみてください。そしたら願い叶っていくチャンスに近づいていくと思います。この恋がうまくいきますように応援しています。今回は年下のお相手との恋どうなっていきますかということと、今お相手があなたに抱いている印象についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋どうなっていきますかということと、お相手が感じるあなたの印象について見ていきます。よろしくお願いします。はい、ではタロットカードを使って見ていきます。まずはあなたに対する印象で1枚出していきます。そしてその後に続けて展開して、この後の恋の近未来流れ見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい、1枚こちらがお相手があなたに感じている印象です。
ソードのナイトのカードですね。はっきりしているとか目標に向かって進んでいってるっていう動きのあるカードです。活発的かつクールですねっていうのが入ってくるので、知的で行動力のある方っていうのが入ってきます。多分はっきりしていらっしゃる性格っていう風にお相手から見られてるんじゃないかなと思いますね。それはすごくいい意味ですよ。例えるんだったら凛とした美しさだったりとか、みんなが迷ってる中、その中先陣切ってこっちだよっていう風に道を案内してくれるような、そんな頼もしい方っていう風にも映ってるかなと思います。もう少しこちらから展開していきます。はい、それでは見ていきます。カードが全部映っているでしょうか。カードの説明です。左側があなた、右側がお相手です。見ていきましょう。あなたがまず考えていることがここですね。ワンドのキング、そしてお相手がペンタクルの8番、そして2人の関係性がペンタクルの2番。バランス取れてるなっていう風に感じますね。そしてあなたの勢いが強い、パワーが強いなっていう風に感じること、情熱的ですね。クールな方なのかなっていう風にお相手感じてるんですけど、実際の今のあなたってすごく燃えている真夏のような輝きを放っています。で、心の中っていうのはあなたがワンドのクイーンですね。そしてお相手の心の中っていうのがカップの5番なので、お相手の中でちょっと悲しいことがあったよっていうことが入ってくることと、今お二人の課題点っていうところに対してのソードの A と身動きが取れないとかですね、ちょっと自由が利かないっていうこと、じゃあこれから先お相手動いてきてくれるんですかってことに対してはエンペラーのカード、アドバイスカードがコインの10のカードです。まずはお相手が感じるあなたの印象っていうところで、見ていきましょう。まずワンドのキングもそのソードのナイトっていうのも動きはあるんですよ。アクティブなんですね。なのでお相手が総合的にあなたが活発的に動いてくる方っていうのが伝わってくるかなと思います。こちらはコミュニケーションっていうカードですね。頻繁にお相手とやり取りしていますか？お相手も毎日あなたと話をしたり会ったりとか、職場が同じみたいなそういうことを言ってるので、同じチームの中にいて毎日会うような、コミュニケーションを取り合うような、お仕事じゃなくてコミュニティの場かもしれませんね。こうやって一緒にいる時間結構あるよっていう風に入ってきています。お相手の印象から言うと、話すと心が軽くなる、そんな聞き上手で飾らない人という印象を持っていると思います。カードのキーワードはコミュニケーション、素直さ、そして誠実さです。お相手から見たあなたはちゃんと話を聞いてくれる人、最後まで耳を傾けてくれる安心感があって、この人にだったら話したくなると思ってくれています。またあなた自身が素直に気持ちを伝えることができるので、やり取りしている中で駆け引きのような緊張感を感じることもなく、自然体でいられると感じています。 LINE の返事のテンポや言葉選びにも優しさと誠実さが現れていて、気を使わないけどちゃんと気にかけてくれていると思っています。お互いに話しやすい関係性になると、距離がぐっと今よりも縮まっていくでしょう。あなたの飾らないやりとりがお相手の心の中であなたへの好印象につながっています。割と自分に対して積極的に話しかけてくれる、コミュニケーションをとってくれるな、元気ない時に励ましてくれたりするなっていう、そういう印象を持っていますし、割と頻繁に話するんじゃないかなっていうふうに思っています。あなたの明るさや行動がお相手の気持ちを救った、そういう場面もあったでしょう。さあ、ではこれからまずお相手のこの内面、カップの5番が出ていて、カップの5番ちょっとがっかりしちゃったっていうカードなんですね。それはもう少し深く見ていこうと思います。お二人の今の関係性、ペンタクル2番なので、楽しくやってるよっていう感じもするんですよね。2つのことを両立するっていうことが入ってて、2人の気持ち、バランスが取れているような状態だと思います。なんだったらちょっと余裕が見えてるような感じもするので、お相手の心の中1枚見ていきましょう。蛇のカードですね。
どちらか一方の束縛とか嫉妬心っていうのが入ってきます。お相手かもしれないし、でもあなたかもしれないんですよね。あなたの嫉妬っていうのを感じていたりするかもしれません。どちらかに当てはまると思います。お相手が心の中で嫉妬の気持ちに駆られちゃって、あなたがすごく魅力的に映ってるから、他のライバルのことを気にして結構自分の中で自分自身を苦しめちゃうんですって、嫉妬の気持ちで自分の心がぐるぐるになっちゃうんですってことかもしれないですね。あとは逆にあなたからの嫉妬束縛を受けているっていう可能性もあるし、どちらかかなと思いますね。キーワードとしてはここです。ネガティブな感情、そしてお相手がネガティブな心の中っていうのが入ってくるので、こんなに嫉妬しちゃって自分ダメだなって思う気持ちもあるかも、お相手の中で。そしてコミュニケーションは取り合ってると思うので、その中でもしかしたらどちらかがっていうことがあるかもしれません。で、課題点がソードの8なんですよ。動けないっていう、カード。乱れていて動けないとか、動きづらいなとか、それは嫉妬する気持ちが絡んでくるかもしれないですね。自分が動いたら嫉妬されるからとか、または誰かに嫉妬されて自分がすごく動きづらい、やりづらいっていうふうに感じている可能性もあります。あとはコードの8に1枚補足でカードを出していこうと思います。どうやったらここから脱出できますかっていう1枚です。スターのカードです。希望を持っていてくださいっていうことと、あとやっぱりお互いに思いやる気持ち、尊重し合う気持ちが大切ですよね。自分の気持ちが高まっていくとか、ネガティブになっていくとか、どっちかに偏るんじゃなくて、お互いがお互いを思いやっていく気持ち、配慮する気持ちがあれば、この状況から抜け出すことができるだろうっていうことと、あとはこのお相手の動きですね。向こうから動いてきてくれますかっていうことで、エンジェルアンサーカードから答えをもらっていこうと思います。エンペラーのカード、ここちょっと答えはっきりと欲しいなと思います。お相手から動いてくれますか？はい、成功のカードですね。なので動きますってことで大丈夫です。そのお相手がなんでモヤモヤしてるのかなとか、なんで動けない状況だったのかなっていうのをちゃんと話してくれる時がやってくると思います。はい、成功なので、そしてこの成功っていうのはお相手が動いてくるだけではなくて、あなたと一緒の未来に向かって成功をこの人は選んでいくってことで、お相手を信じてください。そして思いやりの気持ちを忘れずに。そしてこちらがアドバイスカードです。コインの10なので、長くこれから一緒にずっと過ごしていくためにっていうことで、やっぱり2人で絆をまたは信頼関係を構築していかなければっていうところなんじゃないかなと思います。もちろん今でもできてるし、お相手もそれを望んでいる、そうですね、誠実な方ですよね。日々取り組んでいて、ここまでねコインを増やしていきたいんだっていう気持ちが出てきているので、あとはこの成功に向かって自分が確立したい地位とか立場っていうのもあるかもしれませんし、自分が伝えることはちゃんと伝えるよっていう風な動きのあるカード、そして安定した成功っていうところを求めているので、この方からの動きがあると思います。そして動いてくるっていうことは、つまりお誘いがあったりお声掛けがあるっていうことですよね。はい、なのでお相手に頼っていくとか身を任せるってことがいいのかなとも思います。ではお相手があなたに感じる印象を出していったので、では逆に両思いへ向けて今どんなことができるのかなっていうことを、こちらの、オラクルカードで出しているので、こちらから見ていきましょう。トゥルーラムのオラクルカード、こちらからは自分を生かすっていう虹がかかってキラキラしていますね。そしてドルフィン&マーメイドのカード、これはポジティブなエネルギーです。ネガティブなエネルギーとか負の感情をもう明るいエネルギーで押し出していくんだっていう、そういうイメージでいてください。で、明るさっていうのはお相手よりもあなたの方が持っています。なのでご自身が元気に明るく振る舞うっていうことを意識されると、より一層このポジティブなエネルギーがお相手にも伝わっていくのかなっていうふうにも思います。両思いへ向かって自分らしく明るくお相手を引きつけていきましょう。キーワードはポジティブなエネルギー、そして自分を生かす。お相手と両思いになるために今のあなたにぴったりな行動というのは、
自分らしさを光らせることです。無理に人に合わせたり遠慮しすぎたりせずに、明るくて前向きなあなたの雰囲気を自然体で伝えていきましょう。ネガティブな話題には引きずられず、軽い冗談や楽しい会話でお相手を笑顔にできるあなた。そんなあなたはすでに十分魅力的です。例えば服装や持ち物にちょっと自分らしい色やアクセントを取り入れてみる。会話の中でこれ好きなんだよねと素直に好みを伝える。相手の話題に合わせつつもあなたの考えを明るくシェアしていく。こうした振る舞いというのはお相手にあなたって楽しそう、一緒にいると元気になると感じさせ、自然と惹かれるきっかけになっていきます。またお部屋やスマホの壁紙など身近な環境を少し整えるのも効果的です。散らかったスペースを少し片付けて、好きな香りや明るい色を取り入れるだけで気持ちが前向きになっていきます。そしてお相手と向き合う心にも自然と余裕が生まれてきます。具体的な開運アクションです。一つ、自分らしさを少しずつ表現する。話し方だったり服装だったり趣味だったり、少しずつ表現していきましょう。そして暗い話題よりも前向きな言葉で会話を進めていくことが2つ目。3つ目はお相手と話すとき笑顔が出る時間を大切にすること。4つ目は部屋や持ち物をすっきり明るく整えて自分自身が心地よく過ごすということです。この4点を意識してみてください。自分を生かすことは恋においても強い武器になります。あなたの輝きはお相手の心に届く魅力です。自分を信じて、そして明るい輝き、エネルギーっていうのをより意識してください。この明るい成功っていうのもお相手持ってきてくれるので、お相手を信じて今はコミュニケーションをしながらもお互いがマイナスな感情にならないように、そういうエネルギーを生み出していくんだっていう、そういうことに意識を向けると、この動けないことっていうのも乗り越えられるんじゃないかなっていうふうに出てきています。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージ、そしてあとはこちらのルノルマンからも1枚アドバイスもらっていきましょう。お相手に対してかなり強い気持ち、情熱を傾けていらっしゃると思うので、その情熱を少しだけ1割2割自分の方に向けてもいいかもしれません。はい、1枚こちらマーケティングのカードです。じっくりと相手を調べるとか、相手の周り環境、マーケティングなので市場調査です。はい、なので自分たちの周りのことを調べてみる。どんな感じ、客観的に見てどうかなでもいいですし、自分たちを取り囲んでいる環境だったり、なんで動けない状況に今いるのかなとか、なんでこのマイナスな感情ってどこから生まれてるのかなってことを冷静に判断することっていうのが具体的に入ってきています。周りをよく見ること、市場調査をすることですね。ただ全体的に成功っていうカードが出てるので、今このお相手の動きっていうのは成功の方へ向けて動き始めているんだってことを今心に留めていただけるといいんじゃないかなと思いました。はい、ではお選びいただいた選択肢からのメッセージ。優しさはあなたの魅力です。キーワードは思いやり、敬意、そして誠実さです。あなたの優しさは本物です。その誠実な思いはお相手にもちゃんと届いています。LINE でのやり取りやふとしたデートのひととき、あなたの丁寧さと思いやりが光っています。大切なのは無理しないで自分らしく接すること。もし相手がその気持ちに応えてくれるんだったら、それは素敵な関係の始まりです。でもそうでなければ、あなたの誠実さを守るために一旦一歩下がる勇気も美しい選択です。そしてそこからまた考え直してもいいでしょう。あなたは人を大切にする力を持っています。この恋がうまくいくように応援しています。はい、あなたの優しい気持ちっていうのは本物なので、それで今すぐねお相手が答えてくれるんだったら、それがスタートのサインだし、今はちょっと動けないっていうのも入ってるので、それを改善させるために一旦引いて調査してみることっていうのもまた一つの選択肢の一つですね。として捉えていただくといいんじゃないかなと思いました。今回は年下のお相手の恋どうなっていきますかということと、お相手から見たあなたの印象についてお伝えしていきました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋、この後どうなっていきますかということと、お相手から見たあなたの印象についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。では今回はタロットカード、そしてエンジェルアンサーやルノルマンを使って見ていきます。ではカードをまずは1枚出していきます。お相手が感じるあなたの印象です。その後に続けてカードを展開していきます。そしてお相手がこれから先動いてくるかどうかっていうことに対してもエンジェルアンサーでイエスノーをもらっていこうと思います。まずはお相手が感じるあなたの印象とこの恋の行方です。はい、では印象1枚もらっていきましょう。コインの9。はい、なので特別に感じているっていうのが伝わってきますね。あとは長いお付き合いっていうのも感じます。蓄積されてきたもの、構築されてきた信頼関係だったり、あとはあなたが頑張っている姿を見ている。なので浅い関係というよりはお付き合いがあるんじゃないかな。人付き合いとしての、はい、お互い知ってるよっていう。そして例えば同じ職場で働いていたりとか、何かしらの関係値があってそこでコミュニケーションを交わしているような、あなたの頑張りを見ていたりとか、あなたが今まで取り組んできたことをずっと見てきたよっていう、そういうのも伝わってきますし、例えばお客さんと店員さんの関係性だったら、あなたがいつも通ってくれていて好印象だよっていう感じで入ってきます。では2人の関係性見ていきます。はい、それでは2人の恋の近未来の流れでこちら出しています。カードの流れとしてはあなたのところにタワーが入ってきています。そしてお相手はソードのクイーンで、あなたの心の中っていうのがペンタクルのナイト、お相手はラバーズです。2人の関係値がカップの6番、そして今課題として感じていることにカップの4番で、お相手はこれから先動いてくれるのかっていうところで節制のカード、アドバイスカードはワンドのエースです。まずはタワーも出ているんですけども、まずはお相手の印象をもらっていこうと思います。先にこちらですね。お相手があなたにどんな印象を抱いているのか。お金、お仕事っていうカードです。これを見ていると、やっぱり職場つながりとかお仕事つながり、やっぱり先ほど言ったみたいに店員さんとお客さんみたいな感じで仕事を通じて出会っている2人なのかなっていう感じもします。また職場とか学校とか何かしらのこの場所でお互いがコミュニケーションを交わしているんじゃないかな。仕事に関わることですね、お金とか。なので多分お仕事だと思いますね。っていうことと、あとお相手から見た印象です。夢や目標に向かう姿が魅力的、そして自立した大人の印象を持っています。キーワードとしては仕事、夢とか豊かさですね。あなたは恋だけに夢中になりすぎることなく、自分の人生をしっかりと歩んでいる人としてお相手に映っています。仕事や趣味に打ち込む姿はお相手にとって憧れのようなものです。例えばあなたが忙しそうにしている時でも、その姿にすごいな、尊敬すると感じているかもしれません。またあなたの会話には現実感と未来に向けた視野があるので、ちょっとした会話の中でもこの人ちゃんと未来のこと考えてるなと思われています。その自立した姿に安心感と大人の魅力を感じているようです。お相手は一緒にいると成長できそう、自分もちゃんとしなきゃなと感じるような刺激を受けているでしょう。そして多分ひいき目に見てらっしゃる、特別感を感じてらっしゃるので、立場を超えてひいきされていたりする可能性もありますね。気にかけている可能性がある。ついつい視線で追っちゃうんだよねって、そういうこともあると思いますね。
ただこちらのカードね、今現在の恋の流れを見ていると、そのあなたのところでまずタワーが入っているので、自分自身のことに対して、もしくはお相手との間において葛藤が見られるなっていうのが入ってきていますね。例えば細かいところまで気になっちゃうんですとか、普段だったら気にかけないところなんですが、今の自分はちょっとしたことでも揺れちゃう、些細なことでもちょっと感じちゃうんですってことかもしれません。そしてお相手、冷静に見ているっていうお相手がいるので、2人の間のこの温度感の違いだったりとか、感じ方の違い、受け取り方の違いが少し差が見えるかなとは思います。ただし窮地の中っていうのが入ってくるので、昔からのお友達だったりとか仕事仲間だったりとか、今までの付き合いを積み重ねたものっていうのがちゃんと存在しているので、なので今その関係値が変わるとか変わらないとか、例えばね、摩擦が起きたっていうお二人もいるかもしれません。でお相手は冷静に対処しようかなって思ってるし、あなたはどっちかっていうと自信がなくなっちゃったとか、揺らいじゃってどうしようとか、そのどうしようっていうのがすごく強く伝わってくるかなと思います。あれ、今まで通りにはいかなくなっちゃうのかなとか、この気持ちどうしたらいいのっていう感じで、お相手は冷静に静かに見つめていて、自分でどう動くべきかっていうことをじっくりと今考えている感じがします。で必要であれば話し合いで解決したいとか、話し合ってみたいってことは感じてるんだけど、まず今のあなたの状況的には声をかけるタイミングっていうのを伺っているので、もうちょっと落ち着いてから話をした方がいいのかなっていうふうにも思っていたりもします。ということで、ルノルマンでちょっと補足をもらっていきます。で心の中っていうのが、あなたはペンタクルナイトでお相手がラバーズなので、今あなたが揺れてることに対しても落ち着いて対応していきたいっていう気持ちが見えているし、実際にそのように対処していって落ち着きさを取り戻すと思います。まずはタワーに対しての補足です。ベッドのカードです。これいわゆるそのお相手と一夜を共にするとか、あとそうで、どっちかっていうとその意味が強いんですけど、ちょっと大人の感じのねイメージが強いんですけど、例えばそれを意識しすぎるがあまりに自分に自信がなくなってしまったとか、昔だったらいけてたのになとか、そういうことを感じてるかもしれないし、ペット、そうですね。あとはもう一般的に寝不足だったりとか、体調があまり良くないのかなっていう感じがします。リラックスできていないっていうのが入ってくるかな。なので今のあなたの体調とか精神状態っていうことをもう一度見てみてください。ただこの落ち着いて取り組んでいきたいっていうのがあるので、お相手のことにかかわらず、自分が今体調を崩してるんだったら、それは回復する傾向にご自身が働きかけていくので大丈夫だと思います。ただお相手とのことで少し揺れることがあるんだったらっていうことで考えると、少しお相手の方で見ていこうかなと思います。ラバーズに対して1枚カードを出していきます。ちょっと迷ってることあるんじゃないかなって思ったので、その辺どうかなってお相手に尋ねていこうと思います。道のカードですね。こちらのカードとこれが道のカードで、やっぱり選択かな。ラバーズっていうのは選ぶっていう意味もあるんです。お相手の中で冷静に考えて見極めて答えを出したいっていうところがあるのかなと思いました。で1枚出します。でそれがお家、安心、リラックスっていうことですね。安定した関係性とか、それをお相手は望んでいるということです。で一方では家族っていう意味もあるので、あなたと将来を見据えてってことももちろん視野に入れてると思うんですね。このラバーズはあなたとの心の通い合わせで、プラスこの選ぶっていうのももちろん入ってくるので、今お相手が決断しようとしているところできればこのことを荒立てることなく平和的な解決を目指していると思います。なぜだったらこの近未来の動きに節制のカードが入ってきているので、やっぱり調和ですよねっていうところに向かって自分がその道を歩んでいく、安心させたい、安定したい、そんな関係性を望んでいるっていうのが入ってきます。あとはあなたの方のタワーっていうところが詳細がベッドだったので、例えば謎に包まれているとか、カーテンがかかっていて
で自分が見えないっていうことももちろんそうかもしれないですし、今自分にとって心の余裕余白が足りていないような状況かもしれません。どちらにしてもリラックスできていないのかなっていう感じがします。はい、ということで、そこのあたりはどうかな。お相手との関係性においても今緊張している状態かもしれないですね。そしてお相手が今その決断っていうのが入ってきているので、でもお相手じゃあ動くんですかってところに対してはきっちりと動いてきます。穏やかに流れるようにっていうことで、自然とあなたが落ち着くようにお相手が働きかけてくれるような流れです。で、課題点になっているところにカップの4番なので、これは日々の生活のことに関わってくることなんじゃないかな。あなたが日々感じている不安、不満とか恐れっていうところで、やっぱりお相手と気持ち本当に通い合わせていられているのかなとか、連絡来るの待ってますとか、毎日しんどいですとか、しんどい、辛いとか、もうちょっといいことないかなっていうふうに思っているっていうのがまず課題点なので、例えばコミュニケーション不足かもしれませんし、お相手からもっと返信あってもいいのになっていうふうに思っていて、それが積み重なっていって、やがて揺れ動いちゃう、自信がなくなっちゃうってところにつながってるかもしれません。いろんな要素があるんですけども、お相手の方でも選択とか安定した関係っていうのを目指していかれると思うので、今のこの揺らぎっていうのは収まっていくんじゃないかなと思います。まずはお相手の接性に対してアンサーをもらっていきましょう。お相手どんな動きを見せてくれますか？そのアンサー次第で変わるかもしれないですね。はい、1枚ウェイトのカードです。このカードは待つっていうカードなんですね。ちょっと急がずに待ちましょう。衝動的な行動にならないようにしてくださいということと、あとこの節制のカードっていうのが流れに身を任せるっていうこともあるかなと思います。ただこの揺れているっていうことに対しては落ち着いていくっていうことは言われてるので、お相手がだからといってじゃあ派手な動きを見せるのかって言ったら、どちらかというと優しく語りかけるような働き方だと思うんですね。あとはこの揺らぎは落ち着く、だけどそうですね、お相手もコミュニケーションを求めているところがあるので、話し合いだったりとか、その重い話し合いではなくてコミュニケーションですね、おしゃべりっていうのはあると思います。そしてこの方の動きっていうのはちょっとすぐではなさそうなので、待つことが必要になってくるかも。あとはお相手が待ちの姿勢をまず見せている、今冷静に状況を見ているところなので、まず今すぐ動く、フォローするとかっていうよりは、まず見てから動くっていうのがお相手のスタンスです。アドバイスカードはワンドのエースのカードが入っています。そしてアドバイスに補足で1枚もらっていきましょう。ただ節制のカードっていうのはその異なるものが混ざり合っていって一つのものが生まれていく、それはとても自然な流れで美しいものである、調和であるっていうことです。なのでお相手の動きとしてはやっぱり平和的に解決する方へ動いていくんじゃないかなと思います。優しく動いてくれそうだと思います。アドバイスカードは、調和を表すユリのカードです。そうですね、このカードを見ていると中にはその肉体的な関係を持っているっていう方もいるかもしれないし、それを強く望んでいるっていう方もいるかもしれないですね。でもそこに対してはちょっと一旦ストップウェイトっていうのが入ってくるので、まだ焦らないことっていうのが大切。衝動的に動かないことですね。このベッドっていろんな意味があるので、性的要素でなければご自身の体調のこととか心の余白っていうところに対して揺れを感じてるんじゃないかなっていうことと、そして今度は逆に揺りのカードっていうのは調和なので、やっぱりこの揺れは収まって良い方向に流れていくので、焦らずゆっくりと待ってください。待ちっていう風に待ってっていうのが入ってきているので、よりも一方的で性的な意味もあるんですが、そこに該当しない方はもう調和っていうことで美しく、そして清らかに心が浄化されるっていうことでお受け取りいただくといいのかなと思います。そしてワンドのエースもまたモチベーションが高まるとか、
一旦こう燃えるんですよ。衝動的になって、なんかこう怒りの炎とかそれに近しいものだと思います。不安な気持ち、衝動的にもういきなり不安に襲われるとか、なんかネガティブな気持ちでいっぱいになっちゃうとか、もういっぱいになりすぎちゃって涙が溢れちゃってとか、そういう状態を一旦クリアにして、今度は新しくまた美しい炎をポッと心の中に灯すっていうことで、一旦浄化の作業が必要かもしれないなっていうのが入ってきていますね。でもあなたの心の中では誠実にお相手と向き合いたいとか、自分に対しても向き合って解決するところは解決したいっていうのが入ってくるので、この辺りはもう乗り越える時がやってくるんじゃないかなと思っています。では、両思いへ向けてっていうところでメッセージをもらっていこうと思います。それはこちらの2枚です。トゥルーラブのオラクルからは、愛はあなたの中にある、まずは自分の中だよ、心の中だよっていうメッセージと、ドルフィン&マーメイドのカードからは、あなたの生活をもう少しシンプル化させていこうねって、つまり手放しだったりとか、抱えてるものたくさんあるから、一つ一つ整理できるものを整理する、つまり浄化ですよね。クリアにしていこうっていうことですね。それを伝えたいのかなっていうふうに思います。はい、もう一度新しい火をつけるとき、今の火はちょっと大きすぎました。で、ネガティブな要素もありました。なので一旦鎮火させて、新しいまた始まり、新しい火をつけていきましょう。両思いへ向けたメッセージ。恋を引き寄せるために心の整理整頓をしましょう。キーワードはもっとシンプルに。そして愛はあなたの中にある。お相手との両思いに近づくために今のあなたに大切なのは、心と暮らしの余白作りです。心に余裕を持たせる空間、暮らしかもしれませんね。身の回りを少し片付けることで自分の気持ちが整理されて、自分らしい魅力も引き立っていきます。例えばバッグやスマホの中身を見直して使っていないものは処分する。心が重くなる人間関係には優しく距離を置いてみる。好きな香りや音楽、整った空間でリラックスをする。そんなシンプルな暮らしの中に、あなたの中にある本当の愛情に自然と気がつくことができます。誰かに憧れる気持ちも実はあなたの中にある素敵な部分の反映です。好きな人に感じるいいなという感情は、あなた自身の美しさや優しさが引き出されていった証です。では、この恋どのように生かしていったらいいのか、具体的なアクションをお伝えします。一つ、自分らしい魅力を感じられる空間を作ること、つまりリラックスできる空間づくり、環境づくりですね。2つ、忙しさの中でも一人でゆっくり過ごす時間を意識する。3つ、好きな人に感じるいいなっていうところを自分にも優しく重ねてみる。お相手のどんなところが好きなのか、例えば優しいところとか、余裕があるところとか、クールでかっこいいところ、それをそのまま自分の心にも反映させてみましょう。そして自分に自信を持って接することで自然な行為を育んでいきます。まずは自分に自信を持つためにも、好きな人に感じるこの人のこういうところ好き、こういうところいいなっていうところを自分にも投影してみましょう。優しさとかかっこよさとか美しさとか、いろいろね、好きだって思うところあると思うので、自分の心にもそれを入れてあげて、それを逆に意識して使ってみる。自分もあの人みたいに優しくしてみよう、もう少し優しい声をかけてみようだったりとか、あの人の素直な部分が好き、私も素直に人に接してみようとか、真似てみるってことですね。ぜひそれをやってみると、自分の心の浄化につながっていくんじゃないかなっていうことと、そして忘れないでほしいのは、あなたにはすでに十分な愛のエネルギーがあるということです。それを整えて自分らしく過ごすことが、結果的にお相手の心により響きやすくなっていきます。シンプル化させること、空間を作ることっていうのがあるので、心の中が今うまく整理できていない状態なのかもしれません。一つ一つ丁寧に取り組んでいってみてください。では、最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていこうと思います。このカードは、ありがとうという感謝の心が恋を育てるというメッセージ。キーワードは感謝、優しさの循環、そして実りです。恋に焦る時ほど
ありがとうの気持ちが心を整えてくれます。お相手のささやかな優しさや日常の出来事の中に感謝できることを見つけてみましょう。すると不思議とあなた自身の魅力も膨らんでいってチャンスが近づいてきます。今日は声を聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。そんな言葉を自然に伝えるあなたはとても素敵です。その優しさが愛の種を育てる土壌になります。はい、自分の土台作りをきれいなものに取り替えていきましょうということと、優しい声をかけることでその土台は優しく育まれていきますというメッセージ。そしてこの恋がうまくいきますように応援しています。今揺れることがあるかもしれないけど、でも誠実に向き合っていくことで乗り越えていけますので、ぜひご自身を信じて、向かわれてみてください。今回は年下のお相手との恋の行方、そしてお相手が感じるあなたの印象魅力っていうところをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。年下のお相手との恋、お相手がどんな印象を持っているのかというのにテーマを絞って見ていきました。恋の近未来についても見ていきましたので、開運アクションなどをぜひ参考にしていただけたらなと思います。今回も3選択肢ご用意させていただきました。どの選択肢をお選びいただいたでしょうか。結果もそれぞれ変わってきたかと思います。今回のアフタートークもこちらのエンジェルアンサーカードからこちらアドバイスもらっていこうと思います。はい、こちらですね、シャッフルしていきます。共通メッセージでイエスはノーを見ていきますので、シャッフルしている間にご自身の願いとか問いかけっていうのを心の中で思い描いてみてください。ではシャッフル始めます。はい、では1枚出していきます。心の中の気持ちは描けたでしょうか。イメージできたでしょうか。見ていきましょう。はい、その心の答え、ロマンスですね。エンジェルアンサーカードの中でも恋愛に特化した答えのカードです。ロマンス、それは今この動画をご覧になっているということは、好きなお相手がいらっしゃる方が大半だと思うんですね。新しい出会いも含めて、もう恋愛的に素晴らしいロマンチックな出来事がやってくるよとか、出会いがあるとか、好きな人と結ばれるとか、そういう意味があるんです。片思いの方はもうこの方とのロマンス信じてくださいっていうことでお受け取りいただいてもいいですし、今あなたが思い描いていたことが恋愛ではなくて違うことを思い描いていたかもしれません。でも結果としてはロマンスなので、好きな人がそれを支えてくれるとか導いてくれるかもしれないし、また新しい出会いがあって恋愛っていうところになっていくかもしれないし、あなたにとってはすごく心がときめくような、そんな人物のつながり、っていうところがあると思います。好きな人に支えられるとか助けてもらえるとか、そういうこともつながってきますし、とにかく好きなお相手とのつながりっていうことですよね。これが答えになっていました。ご自身の心の中の思い描いていたイメージとこの結果照らし合わせてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。